はいのちゃん金子でございます。ということで今日なんですけどもう約半年ぶりぐらいに船に来ました。正直1回来てるんですけど撮影となるのは半年ぶりですね。ちょこちょこメンテナンスとか掃除はしてたのでめっちゃ綺麗ですね。年末年始に大掃除もしたんでピカピカです。で今日はですね半年ぶりに獲物を狙いたいと思います。で今の時期はですねフラットフィッシュ、ヒラメとかマゴチ、あとはキスとかも上がってるのかな、そういった魚を狙っていきたいなと思います。これ船買ったのが去年の4月ぐらいなので船買って1年経ちました。この船買って1年結構な回数海に出ましたよ。で1年所持してみての感想とかねちょっと運転の最中に喋りながら、ポイントまで行けたらいいなと思っております。よしじゃあ行きましょう。助っ人の会長もおっす、よろしくお願いします。やっぱね誰かいないとね俺はおるだけね安心だしね。そうだね、3人はいないと僕絶対出ないんですよ。でちなみにまだ夜は1回も出てません。夜も運転できるようなそういう設備はしっかり整ってる船なんですけど、夜はまだ未だに土足禁止は守られております。運転するときはここにこれを引っ掛けて、うわ久しぶりだな運転。これをダウンにするとあれああいうの好きな方いるから、そしたらエンジンが水につきましたと。そうしたらスラスターとインバーターをオンにしてエンジンをかけます。はい、で主電源入れて通電させますと。でこれですぐには運転しないで10分ぐらいエンジン温めてから出ますね。よしじゃあ行きますか。おー反応はあるね。これ反応だね。小魚じゃないこれ。中層ちょい下に小魚。めっちゃ反応出てんな。何これ。歩き落としたら釣れるかもね。前だけ気をつけてください。はーい。じゃあ出港。港内は徐行です。いやー今日は本当にいい船日和ですね。こうちょっとパッと行こうと言って出れるのが最高ですわ。うわいっぱい反応出てる。すごいわ。ね、船を持ってもう1年経ちましたけど、いやでもやっぱいいもんですね自分の船っていうのは。でもこれガソリン入れてるんでやっぱりガソリン代は半端じゃなくかかります。この船に満タンにガソリン入れるのに260リッター入りますから、だいたい2回ぐらい長考行って1回満タンにするかなっていう感じなんで、ガソリン代は結構しますね。遠くまで行くと1日満タン使い切っちゃうとかありますんでね、ガソリンとかそういうこと考えると、遊漁船の方が安いかなって感じですね。この自分で運転してポイントを探すっていうこういうワクワク感はね最高ですよ。ただこの1年これやってみて思うのが、意外と海の上って自由じゃないよっていうすげえ感じましたね。まず大前提として僕はプレジャーボートを乗る身として海の上で遊ばせていただいてるっていう考えでマリンライフを楽しんでおります。それを踏まえても結構海の上っていうのは自由がない、釣りできるポイントっていうのはですねめっちゃ少ないです。正直この広大な海 90% は魚のいない砂漠のような海です。 10% ぐらいのところに魚がいます。だから適当にここ釣れそうだからといって竿を垂らしても釣れません。もうほとんど反応なんてないですよ。そしてその魚が取れるポイントっていうのはやはり漁業権みたいなのがかかってることが多いです。共同漁業権っていうんですけど、例えばその場所には、人工魚礁月磯っていうんですけど、漁協の方がそうやって人工的にブロックとかを入れて魚がつきやすいようにした、魚のタワマンみたいなもんですね。そういうのがあるところは基本的にはプレジャーボートは釣りしちゃダメですし、で船のタンカーの通る道とかそういう船の道ではもちろん船はしちゃダメですし、これが一番厄介なんですけど、ローカルルールがめちゃくちゃ多い。わからないよねっていうことが多いです。この島には近寄っちゃダメとか、ここは本当はやっていいんだけどこの船が来たら怒られるよとか、法律では全く定まっていないその地域独特のローカルなルールっていうのが海の上では多数存在します。それがね本当に難しいですね。僕も一回船の上でトラブルになったことあるんですよ。去年の夏かな、釣りいろはの徳さんと僕の船で釣りに行った時の話なんですけど、僕と徳さんは後ろにいてお酒飲んでおつまみ食べながらクルージングして、で従業員の子に運転してもらってたんですよ。でクルージングも兼ねてなんでゆっくりスピードで運転してもらってました。そしたらですね後ろの方から
猛スピードでとある遊漁船がふわー近寄ってきて、いきなり僕らの船に向かって「おいてめえらそこ入っとんじゃねえぞ!」みたいなことを言ってきたんですよ。と思って、入っちゃダメな場所じゃないんですよ。海苔の網があるとか漁師さんの網があるとかそういう場所じゃないので、普通に岸側のところですよ。その時は「すいません」って言ってスピード上げてそこから離れましたけど、ずーっと追いかけてくるんですよ。僕の船の倍ぐらいある船ですよ。しかも船首に怒りがこうついてて、すっげえ危ねえんですよ。ギリッギリまで近寄ってきて怖いなと思って、ほんでその船の名前も船の横に書いてあるんで分かるんですよ。動画も撮ってましたし、僕運転中はずーっと GoPro 回してるんですよ。何があってもいいように。でその映像撮れてましたから、家帰ってその遊漁船に電話したんですよ。先ほど運転してたものですけど、何か悪いことがありましたか、何か失礼がありましたかっていうふうに丁寧に電話したら、向こうが「ああてめえらか、お前らお前月磯そこ入っとんだわ、お前釣りしとったやろ」とか言われて「いやしてないっすよ」いやでも俺から見たらおめえらはそれ釣りしとるようにしか見えんかったみたいなこと言われたんですよ。めちゃくちゃ頭きた。俺もちょっと言い合いになったんですよ。でその言い合いになったやつも動画撮ってたんですよ。近寄ってきた映像とその言い争いになったやつをくっつけて、あんまりにもムカついたんで、僕動画作ってセカンドチャンネルに上げようと思ったんですよ。もちろん船の名前とか地域は隠しますよ。モザイクはしっかり隠しますし、ボイスチェンジャーとかも使ってこういうことが起こったんだよっていう風にもうなんか上げちゃおうかなと思ったんですけど、でもそれは一方的すぎるなって思ってて、向こうは生活のためにやっている、僕らは遊びでやっている。そうな、でも言い方はきつかったけど、プレジャーボートマナー悪い人がいっぱいいたんだろうなっていうのでぐっと思いとどまりましたけど、あれはねちょっとあれ以降ね、正直船のメンタルがぐっと下がりまして、走ってるだけでこんな言われるのって思ってっていう事件がありましたね。うわすっげえ魚がおる。ここのブレークめちゃくちゃおると思うわ。下にもようけ俺もこれすごいぞ。これすごいぞここ。やっぱり海の上では貨物船、漁師さん、遊漁船第一優先なのでね、プレジャーボートはあくまでも遊びだからね、意外と肩身が狭いなっていう風に感じてます。でもこのプレジャーボート向けに漁業権を売ってくれてる地域とかもあるんですよ。そういうところでやったりはしてます。ただ漁業権持ってるにしてもプレジャーボートの買える漁業権では取っちゃダメな魚介とかもいます。例えばこの船では釣れることないと思いますけど、クロマグロの子供、横輪ですね。横輪は釣れたらリリースです。あとタコですね。タコは場所によって釣っていいとことダメなとこがある。あと伊勢エビとかそういう定着物、そういうものも間違って釣れても逃がさないとダメですね。すっごい難しい。僕なんならおかっぱりの方が釣れる場所って多い気がする。浅いところの方が魚いる。で人気のポイントは土日とかになるともう船ごった返してますんで、そうなると入る隙間もないんでね、なかなか厳しいですよ。大物を狙おうと思ったら。でも結果ですよ、買ってよかったです。船買ったことでコミュニティも増えたし、僕の従業員の子も僕の周りの友達もみんな釣りが好きな人ばっかなんですよ。船があるとちょっと今日船出そっかとかで釣れなくてもクルージングしてるだけですごく気持ちいいんですよ。日光浴びて大海原をこうやって走り回るだけでストレスというのは発散されます。すごく元気な気持ちになるんで、本当に買ってよかったなと思いました。まだ僕2級免許しか持ってないので、1級免許取ったら40フィートぐらいのやつ買おうかな。さあじゃあポイントに向かっていきますね。水深が 2m ですね。まずは泳がせでいきますわ。最近ねこのエビの泳がせにハマってて、角を折ってで口から入れて、でここに脳みそがありますよね。この脳みそ刺すと死んじゃうんで、脳みそを刺さんようにうまいことこう入れると、こんな感じです。おぴょん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 見て、これがさ海の中におったら魚食べるでしょ。ぴょーんとしとったらね。うわ今日でもやりやすい。波もなく風もなく暑くもなく寒くもなく最高。何来てないか、これ来てない。これ見て、本当にこれエビが跳ねとるだけか。エビが跳ねてるだけです。めちゃくちゃエビ元気いいです。これは釣れそうですね。めっちゃ砂地ですね。砂地でたまに石があるって感じ。もう投げて底取ってずる引き、そこを感じながらで、たまにちょっとこう早めに動かしたりゆっくりにしたり
いろんなアクションを加えていく。さあまあゆっくりやっていきますよ。ボスちゃんちゃん。ただいまというわけで帰ってまいりました。いやー、なんも釣れなかったな。まあでも久しぶりに運転できて、船も掃除ができて、で海の上をああやって走ってるだけでやっぱ気持ちいいですよ。釣れなくても楽しいんですよ。まあでもお魚は食べたいぞということで、スーパー行ってきまして、美味しそうなイサキが売ってました。一番輝いてましたね。この子が。この梅雨時期前のイサキっていうのはものすごくうまいです。なので今日はこちらのイサキを使って炙りカルパッチョを作っていきたいと思います。カルパッチョでさっぱりと。もうサクサクっと作りましょう。これはもうただの晩酌です。いいサイズですね。500から600ってとこですかね。まずは鱗を取っていきます。このイサキも今の時期釣れるんですよ。ただ僕の船だとちょっとね揺れちゃうところなんですよね。結構波があるポイントで行きにくいんですよ。まあベタなぎの日にちょっと行ってみてもいいかもしれませんね。まあでも釣りって面白いもんで、ベタなぎの日って意外と釣れないんですよ。少し波があったぐらいの方が釣れる。これはほんと船釣りあるあるですよ。はい、鱗が綺麗に取れました。そしたら頭取って内臓を取りますね。しっかり首も折ってくれてあって、本当に鮮度がいいですね。2箇所入れて、もう肝がね、脂のある肝してますわ。ほら、これ見てください。この内臓脂肪。白子でしたね。この内臓でわかる。このイサキはうまい。はい、では3枚におろしていきます。イサキはトゲが鋭いので、気をつけて。もうこのイサキのトゲに刺さって、すごい腫れちゃったことあるんで、これ毒があるわけではないと思うんですけど、やっぱり魚のトゲってばい菌があるんで、ばい菌が傷口に入ると腫れちゃいますね。うわー、これは刺身でちょうどいい鮮度。けさどれっていう感じの鮮度ですね。はい、そしたら腹骨をすいていきます。はい、こんな感じですね。そしたら中骨を抜いていきましょう。はい、そしたら中骨がこのように綺麗に抜けましたら、お塩を振ります。身の方にお塩を振って、これで10分ほど脱水します。はい、じゃあいい感じに水気が出ました。この水気がこの魚臭さの原因なんです。でちょっと塩振ってあげて、この水気をしっかりと取る。この一手間で魚はぐんとうまくなります。そしたら軽く炙っていきます。はい、炙り終わりましたら、こちらを冷蔵庫で軽く冷やします。そしたら冷やしてる間にドレッシングを作りましょうか。今日はわさびポン酢ドレッシングでいきましょう。僕の好きなやつ。まずポン酢を大さじ5ぐらい。今日魚が大きいんでね。3、4、5ですね。そしてオリーブオイル。エクストラバージンオイルですね。大さじ1。で、ちょこっと胡椒。で、わさびですね。わさびは好きなだけ。僕はわさび大好きなんで、このぐらいがっつり入れます。今日みたいな芋のわさびを使ってドレッシング作る場合は、もうすぐに使い切ってください。芋のわさびはこうすってしまうと、30分ですね。30分経つともう辛みとか香りが抜けちゃいますんで、芋わさびでやった場合はすぐに使い切りでお願いします。チューブだったら作り置きで大丈夫だと思うんですけどね。はい、で、ここにちょこっと味の素5振りぐらい。1、2、3、4、5。ドレッシングはこれが入るとやっぱうまい。うまい。これで特製ポン酢わさびドレッシングの完成。これめちゃくちゃうまい。これでお皿にお野菜。そしたらイサキを切っていきます。こうやって盛り付けていきます。切っ
っては乗せる、切っては乗せるで。はい、そしたらここに先ほどのドレッシングをかけていきます。そしたらここにレモンを切って切れ込みを入れます。で切れ込みを入れたらこういう風に組み合わせて真ん中に置いたりすると可愛いですね。はい、これでイサキの和風カルパッチョの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。すいません、知らないおじさんが映り込んでしまいました。こちら完成ですね。イサキのカルパッチョ。この食べ方は僕がプライベートでよく作ってるやつです。これがね、ほんと簡単でうまいんですよね。野菜と魚を巻くんですよ。巻いてドレッシングたっぷりつけていただきます。うわ、めちゃくちゃうまい。やっぱこのドレッシングうまいわ。一回騙されたと思って白身魚でこれやってみてください。市販で売ってる養殖のマダイの柵とか、あとブリとか油の乗った青物でも美味しいと思う。ちょっと塩振って脱水かけてやってみてください。めちゃくちゃうまい。イサキがうまっ。ポテンシャルが高え。やっぱ旬の食材はうまいね。でもこれよく言うんですけど、こういうイサキとかあとカマスとかそういう塩焼きでうまい魚は炙りがうまい。イサキの炙り最高ですよ。これ好きなんだよな。しかもすごいヘルシーなんでお酒のあてとしても罪悪感がない。はい、ということで今日はこちらのイサキのカルパッチョときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。よし、釣りで疲れた体にはこれが効くんだよな。船の上で飲むのもいいけどね、やっぱ家帰ってこうやってゆっくり飲む銀色のやつも最高ですよ。はい、こちらちょっとグラスのチョイスミスったんで9対1。いただきます。ほてった体に銀色のやつ染みますね。でからのこのお野菜とイサキをたっぷり。うまい。本当にうまい。これ僕の一軍ドレッシングです。ぜひお試しを。それをじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は久しぶりに自分の船を出して釣りに行っていましたけども、釣れなかったな。また釣りはリベンジしましょう。今から釣りのハイシーズンに突入しますんでね、どんどん釣り動画も撮っていきたいと思います。最近ね、ちょっと動画の投稿頻度が少し落ち気味ですいません。理由はですね、ちょっとタコの動画でも言ったんですけど、滑舌、歯の治療中で滑舌が終わってるんですよ。もうあと2週間ぐらいで取れるんで、滑舌良くなるんで、そしたらガンガン撮っていきたいと思います。無言のね、ショート動画とか頑張ろうかな。この時期には上手に喋れるって幸せなことだったんだなって思いました。日頃の当たり前のようなことって実はありがたかったんだなって思いました。ご視聴ありがとうございました。